この世は夢のごとくに候。高氏に同心を与えたもうて、五将を助けたまえ。根性の家宝を忠義に与えたもうて、忠義の身を安穏に守りたまえ。はいどうも皆さんこんにちは。今回は初期の室町幕府についてお話ししていきます。前回までの動画で火山院で幽閉された後醍醐天皇が京都を脱出し、吉野へと移ったところまでお話ししました。こうして朝廷が北朝と南朝に分かれ、南北朝時代へと突入していきます。この南北朝時代では武士や公家が北朝と南朝どちらかを支持していくこととなりますが、今回はその中でも北朝を支持した足利氏による室町幕府、その初期の様子についてお話ししていきます。後醍醐天皇が光明天皇に三種の神器を渡した5日後、足利尊氏は新しい武家政権の方針を決めました。建武式目です。室町幕府の始まりはいつなのかと言われると意見が割れるところだとは思いますが、現在はこの建武式目の制定を室町幕府の始まりと考えることが多いです。ではその建武式目とは一体何なのかという話になっていくのですが、簡単に言うと政治方針の質問集です。足利尊氏はこの当時最高の頭脳を持つ学者や政治家を集めて質問をしていきました。これに対して学者や政治家が意見をしていくという形の式目です。一つ例を挙げると、鎌倉幕府のように本拠地を鎌倉にするべきだろうかという質問に対して、鎌倉は源頼朝が幕府を開き、北条義時が承久の乱に勝利した縁起のいい土地です。なので本拠地とするべきでしょう。北条氏が滅亡した縁起の悪い土地だという人もいるでしょうが、これは土地が悪いからではなく、北条氏が悪政を重ねたのが悪いのです。しかし皆が鎌倉を離れたいと望むなら、鎌倉に固執する必要はないでしょうといった感じで意見を出しました。今例に挙げたのは幕府の場所に関する質問でしたが、これ以降は幕府の政治に関する質問が17条続きます。17条というと聖徳太子の17条の憲法を思い出しますが、この頃太子信仰が流行していたため、意識して17条にしたのではないかと考えられています。こうして幕府の場所と政治の方針を決定したので、建武式目が室町幕府の成立と考えられているのです。さて、初期の室町幕府といえば有名な言葉があります。二党政治です。高氏と忠義が2人で政治を行っていったということですね。しかし実際のところ高氏は隠居を望んでいたらしく、こんなエピソードがあります。高氏は光厳上皇の院宣によって光厳上皇の弟である光明天皇を戦祖させました。戦祖というのは天皇の地位を受け継ぐことです。似ている言葉に即位がありますが、即位は戦祖したことを宣言することです。とにかく高氏は光厳上皇を地点の君とする光厳院政を完成させたのですね。しかしその2日後の8月17日、高氏は清水寺に願文を奉納します。この世は夢のごとくに候から始まる有名な願文です。この世は夢のようなもの。もはやこの世で望むものはありません。私は出家しますので、来世の幸福をお与えください。現世の幸福は弟の忠義に譲ります。忠義をお守りください。という内容が書かれています。権力が高氏に集まり始めた人生における絶頂期。そんな時期に早く隠居したいという文を奉納しているのです。さらに詳しく見ていくと、初期の室町幕府ではこのような支配系統になっていました。よく言われているのは、高氏は人を支配する権限、忠義は領域を支配する権限を持っていたということですね。社会の情勢がそうさせなかったのか、高氏が自ら望んだのかは分かりませんが、高氏は隠居することはなく一定の権限を持っています。しかしどちらかというと棟梁と武士の間にある主従関係が強調された色が濃ゆく、忠義の方は財政や裁判など政治色が濃ゆいです。こういったことから見ると、室町時代初期に政治に深く関わっていたのは
高氏ではなく忠義の方であり、先ほど紹介した二等政治という表現は、高氏と忠義が均等に権力を持っているような印象を受けるので、適切と言えるのかというような議論が行われていたりします。ともあれ、初期の室町幕府は高氏と忠義で権力が分かれていました。先ほど紹介したように、高氏は現世の幸福は忠義に譲りたいというほどだったので、二人とも仲の良い兄弟だったのでしょう。しかし、これまで何度も見てきたように、身内で権力が二つに分かれると、必ず権力争いに発展していきます。この二人も後に高氏派と忠義派に分かれて戦う運命をたどっていきますので、官能の上乱と呼ばれる戦いの火種はすでに巻かれていたのかもしれません。さて、お話の方も進めていきましょう。後醍醐天皇が比叡山から京都へと観光し、仁義なしで即位していた光明天皇は、後醍醐天皇から三種の神器を継承。光明天皇が三種の神器を継承したことで、高氏政権は合法化され、兼務式目も制定されました。こうして室町幕府がスタートを切るのですが、すぐに問題が発生します。後醍醐天皇が火山院から脱出して姿を消すのです。これを知った足利忠義はすぐに捜索を開始、必死になって後醍醐天皇を探します。しかし、ほどなくして後醍醐天皇は敵勢力に担がれていることが発覚。それどころか、光明天皇に渡した神器は偽物であり、自分が持っている神器こそが本物であると主張し始めたのです。この論理でいくと、北朝は偽の朝廷、北朝に味方することによって政権を取った室町幕府も正当性を否定されたことになります。こうなると忠義は黙ってはいません。今までは先の帝と書いて先帝と呼んでいましたが、廃止された帝と書いて廃帝と呼び替えます。一方、高氏はこんな状況でも落ち着いており、後醍醐天皇が火山院にいたら警護をする必要があって費用がかかる。無期限でそんなことをしていたらこちらとしても迷惑だった。とはいえ、北条氏のように島流しにするわけにもいかなかったので、自分からいなくなってくれたのはかえって好都合だ。今更後醍醐天皇が何をしようとも天下の体制は変わりはしないと言います。これを聞いた家臣の者たちは、さすが将軍、器が大きいと感嘆しました。さて、北国へと逃れた新田義貞に目を向けると、頼みにしていた染山城からの援軍も撃たれてしまい、日に日に兵糧が減っていきました。ついには魚を釣って飢えをしのぎ、海藻を取って過ごす日々を送り始めます。それでも兵糧が足りなくなったので、ついには大切に育てていた馬を殺して食料にするのでした。援軍が来なければこの城は落ちる。そう考えた新田義貞と脇屋義輔は、二人の親王と息子の新田義明を残して染山城へと脱出して援軍を集めた上で敵を追い払うという作戦を立てます。こうして二人は染山城へと到着。しかし、思うように援軍が集まりません。ああしよう、こうしようと考えているうちに時間が過ぎ、金ヶ崎城ではとうとう馬を食い尽くしてしまいました。ここで河野諸康が、今まで見えていた馬が見えなくなった。ついに馬をも食い尽くしたのだろう。と言い、ついに軍勢を進めます。金ヶ崎の戦いの開戦です。もちろん城の中の兵たちも対抗しようとするのですが、兵糧攻めによってすでにフラフラです。幕府軍は新田軍の守りをどんどん突破して城の中へと侵攻していきます。これを受けて新田義明は常吉親王を小舟に乗せてどこかへ逃がそうと考えます。こうして常吉親王は敦賀湾を北へと進み、金ヶ崎城を脱出しました。しかし高吉親王と新田義明は金ヶ崎城に残っています。この二人は命を惜しまず名を惜しみ、まず新田義明が刀を抜いて自害、すぐに高吉親王が刀を取り心臓を刺して自害するのでした。これを追って多くの人々が殉死。こうして金ヶ崎の戦いは幕を閉じるのでした。さて、いかがだったでしょうか。金ヶ崎城を脱出した常吉親王は結局幕府軍に捕まってしまいます。この頃、新田義貞と脇屋義輔は染山城にいましたので、いくら探しても二人の死体は金ヶ崎城からは見つかりません。幕府軍が常吉親王になぜ見つからないのか尋ねたところ、進化の者が仮装したのだ。
といったことから幕府軍は京都へと戻ります。息子である新田義明を失った新田義貞は北を目指して進んでいくのです。金ヶ崎城跡の麓には金ヶ崎宮があります。もともとこの地で没した高吉親王を祀る神社だったのですが、後に常吉親王が合祀され、現在は2人の親王を主催神として祀っています。さて、次の動画では北畠顕家の最後についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。